今回はみかんを描いていきます。ユニの水彩色鉛筆を主に使っています。使用した画材については動画の下の説明欄の方に記載しておりますので、そちらも参考にしてください。まずは黄緑色でヘタの部分を塗っていきます。水をつけて溶かした後、乾かしている間にオレンジ色で皮の部分を塗っていきます。光っているところは濃いめのオレンジで薄く色をかけておきます。その周りはもう少し明るいオレンジ色で塗っていきます。で、皮には黄色っぽい部分や赤みが強い部分や、あとは影になっているところなんかがありますので、色を分けながら何色か重ねて混ぜながら塗っていきます。黄色は明るいレモン色ですね。レモンイエローを使っています。で、明るいオレンジ色を重ねて混ぜて、で、影になって色が暗くなっているところ、濃くなっているところは下塗りの段階で濃いめに色をのせておきます。影の部分には茶色も入れます。バーントオーカーですね。濃いめのオレンジも重ねておきます。全体が塗れたらお水で溶かしていきます。明るい部分から水をつけて周りにどんどんお水を広げていく感じに溶かしていきます。水が乾いた後にさらに色を重ねますので、少しぐらいムラになっても大丈夫です。乾かしている間に他の皮の部分も塗っていきましょう。この時点では下塗りなのであまり細かく書き込む必要はありません。全体にざっくり色が乗るようにしていきます。明るい部分や影の部分などの差がわかる程度で大丈夫です。全体に色がのせられたら、こちらも筆に水をつけて溶かしておきます。続いて果肉の部分を塗っていきます。明るいオレンジ色を使っています。果肉の部分は、薄い皮に包まれてますので、皮の薄い膜の感じが出るように、ちょっと白っぽい筋のところを残して塗りたいと思います。中心に向かって放射状に少しずつ色を入れていきます。実物をよく観察しながら塗っていきましょう。全体に色がのりましたので、お水をつけていきます。お水は、残した筋に沿ってつけるようにします。真ん中から外側へ放射状に筆を動かして溶かしていきます。あまりこすってしまうと、せっかく残した筋の部分まで絵の具がはみ出してきちゃいますので、あまりこすりすぎないように軽く溶かしておきましょう。果肉の外側は白い筋が残っていますので、その白い筋の部分は塗らないようにして塗り残して筋を表現しておきます。色が濃くなっている部分にはちょっと濃いめのオレンジも重ねて塗っておきます。茶色も重ねましょう。全体に色がのったら、こちらも筆で溶かしていきます。こちらもあまりこすりすぎないように
軽く筆をトントンと色の上に置く感じにして溶かしておきます。続いて皮の内側ですね、白っぽいところに、最初にグレーで影をだいたいざっくり入れてしまいます。暗くなっている部分にグレーをのせてお水で溶かしておきます。果肉の部分にも、上の皮の影が落ちているので、その部分にグレーをのせて、あとは実の下の方ですね、果肉の下の方の影になっている部分と、奥の方の果肉の部分にもグレーをのせておきます。あまりこすりすぎると下に塗ったオレンジ色も溶けてきてしまいますので、軽くお水をつけて溶かしておきます。乾かしている間に皮の部分の書き込みをしていきます。明るいオレンジ色で影の部分をまずは描いて、で光っている部分に、皮のつぶつぶした感じが表面に出てますので、そのつぶつぶを描いています。でちょっと影になっていて色が暗くなっている部分のつぶつぶは濃いめのオレンジ色で描いておきます。でこのつぶつぶは全体に全部入れる必要はありません。目立つところだけ入れておきます。明るめと濃いめのオレンジと、あとは、黄色ですね、明るいレモン色、茶色なんかを混ぜながら少しずつ色を濃くしていきます。濃い色を塗るときはちょっと皮のザラザラっとしたブツブツした感じが出るように、少し小さい丸を描く感じにくるくるくるっと動かすと、なんとなく質感が出てくるんじゃないかなと思います。ちょっと緑っぽい部分もあるので黄緑色も重ねておきます。影の部分はオレンジをくるくるくるっと小さく回転させながら濃いめに塗って、その上に茶色も重ねておきます。続いて皮の断面の部分なんですが、ここはよく見ると皮のつぶつぶがたくさん並んでいますので、そのつぶつぶを書き込んでいきます。明るいオレンジ色ですね、ライトオレンジでつぶつぶをちょっとずつ書き込んでおきます。で影の部分には茶色も入れておきます。皮の断面の部分にはオレンジ色でつぶつぶを書き込んで、黄色っぽい部分にはレモン色を入れておきます。で皮の内側は真っ白ではないので、軽く黄土色を全体にかけてしまいます。でカサカサボソボソした感じの質感なので、あんまり綺麗に塗らなくても大丈夫です。ちょっとくるくるくるっと少し小さめの円を描く感じに塗っておきましょう。でちょっと黄色っぽい部分もあるので明るい黄色を入れておきます。皮の内側の白っぽいところ、ボソボソした感じを描いていきます。明るいオレンジ色で影になっているところ、奥まっている部分をオレンジ色で描き起こしていきます。実物をよく見ながら皮の表面の部分がちょっと透けて見えるところをオレンジ色で描いていきます。オレンジ色だけだと少し明るすぎるので、ちょっと一部に茶色も重ねたいと思います。でちょっと手前の方は茶色で皮のボソボソを描き起こしておきます。
でちょっとこの白っぽい部分にも色が少し足りなかったので、オレンジ色とか、あとは黄土色を薄く部分的にかけておきます。続いて果肉の部分に書き込みをしていきます。明るいオレンジ色でとりあえず色を少しずつ濃くしていきます。白っぽいこの筋みたいに残したところはせっかく残したので、あまり塗りすぎると見えなくなってしまいますので、ちょっと残す感じにしながら塗っていきます。明るいオレンジ色だけじゃなくって一部に濃いオレンジ色とか、あとは、レモン色なんかも入れて色を調節しておきます。左側の果肉の方も同様に色を濃くしていくんですけれども、皮の部分がかかってて色が暗くなっているところとか、あとは下の方ですね、少し影になって暗くなっている部分にはちょっと濃いめに色を塗っておきましょう。皮の内側にちょっと暗さがもう少し欲しいので、少しグレーを重ねて暗くしておきます。で、手前の方に白っぽく皮がはみ出しているところがあるので、そこに、色が乗らないようにちょっと丁寧に暗くしたいところにだけ色が乗るようにして少し暗さを足しておきます。で、皮のこの内側のボソボソした感じが出るように影をもうちょっと入れていきましょう。茶色とオレンジで最初入れてたんですが、そちらに重ねるようにしてグレーも入れておきます。で、ちょっとグレーだけでボソボソっとした感じが出るようにところどころ影を入れて、でもう少し実の部分と差をつけたかったので、ちょっと皮の部分に黄土色を重ねました。筋の部分や、あとは手前に見えているこの白っぽい皮の内側の部分も、全部が真っ白だとちょっと不自然なので、ちょっと影を入れる感じにところどころ黄土色を入れておきます。で、グレーを少し先を尖らせて細かいところが書き込めるようにして、影をもうちょっと濃いめに入れるところを書き足していきたいと思います。皮の、縁の部分ですね。内側の、繊維の部分が飛び出ているところのこの縁、オレンジと白っぽい部分の縁の部分もちょっと影になっています。あとは、実に落ちている、果肉に落ちている影ですね。ちょっと上の皮の部分が剥がれて上に、ポコンと乗っている感じになるので、果肉に落ちている影と、あとは奥の方の果肉の部分にも影を入れておきます。で、ちょっと色が足りなかった影の部分とか、もうちょっと色を足したいところに茶色とか黄緑色とか少しずつ選んで何色か足して調整しておきます。で、ヘタの部分を書き込んでいきます。ちょっと小さくて細かいので先を尖らせた深緑色で軽く色をのせておきます。で、焦げ茶も影になっている部分を中心に入れて、で、ヘタの下の部分には影が落ちているので、濃いめのオレンジをぎゅっと細く入れておきます。オレンジだけでは足りなかったので、ちょっと茶色も足しています。で、焦げ茶で、皮についている細かい斑点ですね。ちょっとつぶつぶっと黒っぽい点々がついているので、それをちょっとだけ書き込んでおきます。
で、果肉の下の部分とかはかなり暗い影になっているので、焦げ茶を重ねて影を濃くしておきます。で、暗さが足りないところに少し、色を足しておきます。濃いめのオレンジとか、あとは黄緑、グレーなんかを足してちょっと色を調整して、暗いところは暗めにはっきりさせておくとメリハリが効いてきます。で、最後に、少し明るい部分を消しゴムでちょっと作っておきます。塗りすぎてしまった部分も消しゴムなんかでちょっと色を取ると明るく直すことができます。一部ちょっと明るくして、最後に机に落ちている影の部分ですね。グレーで描いていきたいと思います。みかんが机にくっついているところ、乗っかっているところは影の色が濃くなるので、その部分に黒色を重ねて、で、完成です。いかがだったでしょうか。この動画が役に立ったよという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。